皆様、本日はですね、こちらの生のスルメイカをいっぱいちょっとイカだとあれだな、たくさん買ってきたので8杯ですね、8杯分買ってきたので、今回はもうこの夏絶対ちょっとね、屋台とかがなくなるかもしれないので、自分でねイカ焼き作っていきたいと思います。はい。でね、以前ね、しゅんちゃんも作ってくれたんだけど、今回僕がやっちゃいます。まずね、イカの処理なんだけど、イカのこの頭の部分にちょっと指入れて、この背骨の部分と綿をくっついてる部分を指で剥がしちゃいます。結構ね、今回は綿使わないんで、最悪ちょっと破けちゃっても大丈夫だから、すごいゴリゴリやっちゃって。まあ、生のスルメイカで新鮮なやつをもし使うんだったらね、ゲソとかを綿とバターとちょっと醤油入れてホイル焼きとかにしてもすげえ美味しいと思います。もうね、指でもうこれ以上届かなくねぐらいまでやったら、もうね、エンペラちょっと滑るから、まあ、キッチンペーパーとかでエンペラの部分押さえて、で引っこ抜く。ちょっとまあ下でやるね。はい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 。こんな感じで綿と頭、胴の部分がね取れました。で、あとはこの胴の中に背骨がね残ってると思うんで、これですね。これを引っこ抜いてあげて、あとは水洗いですね。じゃあちょっとこんな感じでもう一匹取っちゃいますね。頭のこの胴の部分に吸盤がついてる。指入れて、こういう感じでくっついてるんで、ここをまず指で剥がしちゃいます。でね、力強くやってもね、そのさっき、最悪綿が破けて持ってたけど、この背中に沿ってやってたらね、そうそう綿取れない、破けたり破裂したりしないんで、はい、もう先っちょまでいったら掴んで頭を引っこ抜く。はい、いいね。これが綿と、この上のこの黒い部分が墨袋なんで、ここを潰しちゃうとね、結構大惨事になっちゃうと思うんで注意してね。ここにあるこの軟骨透明のやつを引っこ抜くと。ちぎれちゃった。抜けた、いい感じに。はい、こんな感じで、まずこんな感じで胴体とこのゲソ、内臓とゲソを分けてあげてください。胴体の部分はきれいに水洗いして、こんな感じでね、きれいに抜けるのもあるんで、中もねしっかりとよく洗って、で引っこ抜いた時にね、ちょっと内臓残っちゃってる時もあるので、それもきれいに洗い流して軟骨抜いてあげてください。はい。で、そしたらこちらのゲソの部分ですね。で、今回はちょっと綿は使わないんで、この目の下の部分で、はい、こんな感じで切り落としちゃいます。で、こうやってひっくり返したら、ここにね、くちばしがトンビの部分ですね、あるので、こちら取ってあげたら、ほい、ゲソ。ちょっと一応開きはしますか。はい、こんな感じでゲソ。今回内臓は使わないんで、早めに処理したら袋とかに詰めないとね、ちょっと臭くなっちゃうんで、ここの目の下で切り落として、でひっくり返してこのくちばしを外すと。ちなみにね、目の下でやってるんだけどね、目をね切っちゃうとね、ちょっとピチャーって飛び散っちゃうんで気をつけてね。ではこちらのゲソなんですけれども、このまま焼いちゃうとこんな感じで、わかるかな、吸盤、この白っぽいやつですね、吸盤がねすごいあって食感がすごい嫌なんですよ。なんで包丁の背使ってこんな感じでピーって引っ張ってやれば結構簡単に吸盤落とせますし、もっとしっかり取りたいって時はもう普通に親指とかで親指の爪使ってピーってやればすごいいっぱいきれいに取れます。これかな。結構ね細かいのとかはそんな焼いちゃったら
気にならないかもしれないけど、特にこのゲソの最後のこのすごい足長いところね、食腕についてるこの大きい吸盤とかは外してあげとかないと結構食べた時ってなると思います。ではゲソとこの胴体の大方の下処理は済んだら、今度はね味を染みやすくするのと見た目的にもこの胴の部分に1センチくらいの間隔でいいかな。で切れ込みを入れてあげて、そしたらね焼けた後がすごい美味しそうに見えるんで、はい。で表面だけでもいいんだけど、一応裏面も軽くね入れときます。こんな感じで切れ込みを入れてあげてください。じゃあもう一丁いってきますね。包丁の切れ味が抜群で、力入れすぎたら切っちゃう。はい。じゃあこんな感じで切れ込み入れていきます。で切れ込みを入れ終わったら、最後キッチンペーパーとかでちょっと余計な水分取ってあげて、で胴体もゲソもね同じ感じで軽くでいいです。はい。そしたら最後味付けなんだけども、ジップロックとかにゲソとこの胴体イカ全部入れちゃって味付けしていくんですけれども、今回はこちらのねたまり醤油を使ってやっていきたいと思います。普通のお醤油でもいいんだけどね、バージョンアップですよ。でまずじゃあたまり醤油を大さじ6、お酒こちら大さじ2杯にみりんこちらも大さじ2杯で、ここにちょっとだけ隠し味がてらにあごだし、おだしをほんのちょっとですね、大さじ1/2ぐらいで、はい、あごだし、生姜チューブでいいので大さじ1/2ほど、お砂糖で今回ねたまり醤油を使っているんで結構甘みは強いので、小さじ1杯から大さじ1/2ぐらいでいいかな。一応今回じゃあ大さじ1/2にします。甘めが好きな方はもっと増やしてもいいし、普通のお醤油を使った場合ももうちょっと増やしても十分かなって感じですね。はい。じゃあちょっとこちらまずよく溶かします。生姜と砂糖こんな感じで、で30分ぐらいつけてるの十分味は、今回切り込みもちゃんと入れてるからいいんだけど、しっかりつけた方がより味が染みて美味しいので、今回は半日ほどは冷蔵庫でつけておきたいと思います。ではこちら半日ほど漬け込んだイカです。いいですね。そしたら焼いていくんですけれども、最初はねタレを入れずにイカの身だけを焼いていきます。買ったばっかりなんで油とかも引く必要がないので、量が多いから2回に分けようかな。でもう全部入れたら今度しっかり焼き色をつけていくだけですね。もうめっちゃいい匂いで、個人的にはちょっとだけ焦げるぐらいが美味しいです。しっかり焼き色をつけて、もう分かる、この美味しそうな切れ目。もう色がついて火が入ったら最後ちょっと蓋をして1分ほど蒸し焼きにします。今蒸し焼きにすればね中まですぐ火が入るんで、あと一応ねちなみに今回はイカ焼く前にもう30分ぐらい前に冷蔵庫から取り出してちょっと常温に近い温度までギンギンに冷えてるとね火の通りが遅いんで、その方が無駄にね火入れをしすぎずイカが硬くならないのでおすすめです。では蓋をして1分経ったので、もう見た感じほぼいい感じに火は入ってるね。そしたらこちら一旦ちょっと今火を止めて取り出して残りのイカも焼いちゃいます。じゃあイカ全部一旦焼けたら取り出して、最後残ってるタレを入れちゃって、これ軽く煮立たせます。イカがない状態でやってね。でアルコール分を飛ばして、あと、砂糖も入ってるんでね、そのとろみを出して、でタレも入れて全部ひと煮立ちしたら最後もう一回イカ戻してあげて絡めてあげます。よし、で最後ちょっと強火で、結構タレ飛ぶかもしれないからフライパンこうやってひっくり返さない方がいいね多分。これはこちらで屋台になるようなイカ焼き完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。
では早速イカ焼きいただきたいと思います。いただきます。まずは乾杯を。今回俺ちゃんとしたやつ、レモン堂蜂蜜レモン。よし、はい乾杯。乾杯。あ、ちょうど蜂蜜レモンみたいな髪の色。今日だってそうか、初お披露目だよね。そう2回抜きました。はい、いただきます。あ、すごい蜂蜜。美味しいジュースだ。こんな美味しかったっけ。開いた、喉開いた。なんかすっごい久々に飲んだ。これはもうこれねマジでね。いっちゃって。あ、いい先いっちゃって。俺もまさかの2からのゲソからいっちゃっていいですか。2好みの。いただきます。どううまい。ちょっとじゃあ最初俺はマヨもつけずにちょっといくね。じゃあいただきます。いやでもさ、うわ、うんまっ。こんな美味しかったっけイカ焼き。しかもめっちゃ染みてる。ゲソなのにプリップリだよ。プリプリ。こっち食べていい。あれなんだよね、屋台とかでもさ、一番最初に売れちゃうのってやっぱゲソなんだよね。安いじゃん、100円とか200円とかで。こっちでもうこうちゃん出店超えました。マジでこうちゃんのイカ焼きめっちゃうまい。これたまり醤油がすごいんだと思うわ。ちょっとマヨもね、最高。やばい。出た鳥肌だらけ。出た。チキンスキン。あ、もう七味マヨかこれは。違うよこうちゃん、ゆず村マヨだよ。ゆずゆず七味マヨだよ。最高じゃん。ゆず谷村の。ゆず谷村ってなんか可愛いな。間違えたかと思った。幸せすぎる。もうやばい、チキンスキンが鳥になっちゃう。よかったね。一番最初、6杯だっけ、6杯にしようとしたんだけど僕がさらに2杯足したんだよね。もう3倍量あっても大丈夫。大丈夫。うまい。イカ焼きってさ、多分今見てくださってる画面の向こう側のさ視聴者の皆さんもさ、多分満足いくまで食べたことって絶対ないと思うんだよね。やっぱ家で作るとさ安くできるしさ、でこんだけたくさん食べられるから絶対お家で作った方がいいし、こうちゃんのレシピでみんな一回作ってみて。マジでマジでうまい。本当に出来たてだからっていうのもあるかもしれないけど、味付けマジ神だから。うまっ。これは絶対譲らないとなって思う。おかしい、なんかねおかしいんだよね。数偶数のはずなんだけどなんか早いんだよねこうちゃん。どうぞ最後。これはやっぱイカ好きだからねこう申し訳程度にゲソも大きい方取ったね。まあでも最高だね。まあでも許して。全然もうイカはこうちゃんの大好物だから。最高です。うまっ。足んないね。この量で足んないってやばくない？ホタテの次にイカがする。いやマジでうまい。染み込み具合がえぐいね。やっぱ半日ぐらいつけるのがいいね。すごい使ってた。本当にうまい。ということで本日はですね、屋台のイカ焼きっていうタイトルにしようかなと思ったんですけど、個人的には屋台をマジで超えてるんで、屋台を超えたイカ焼きをこうで作っていただいたんですけど、やっぱね改めて思うんだけど、味付けがマジで神。本当にめちゃくちゃ染みてるのもあるけど、ちょうどいい塩梅なんだよね。こうたまり醤油のもそうだけど、この生姜の効き具合もめちゃくちゃいい感じだし、マジで美味しいです。で柔らかいし、
で自分で作ってこのクオリティとかお店よりも超えられるクオリティが作れるっていうのもすごいと思うんで、ぜひ皆さんね真似して作っていただきたいっていうのと、多分ゴンちゃんが今回下処理してくれてると思うんだけど、スーパーによっては下処理やってくれるとこもあるんですよ、それは絶対頼んじゃった方が楽かもしれないです。そうだね綿の部分が欲しい場合は別なんだけど、下処理がね大変だっていう方は下処理してくれるスーパーもあるんで、そちらでお願いしてみてください。でも掃除スーパーの方がもう多いよね。多いね。今回だったらもうゲソとこの胴体の部分だけで大丈夫なんで、使うのは、はいそこまでやってくれたらもっと簡単に作れると思います。下処理だとねやっぱ帰ってすぐやんなきゃいけないっていうのもあるんで、鮮度がね、いいうちに匂いが移っちゃうんでね、綿の。はい、ということで本日は以上になります。もうめちゃくちゃつけるだけでね簡単にできるお手軽料理だと思うんで、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。